杉本由美の本阿弥ダイアリー。この番組は Kindle 出版を手掛ける琴の葉出版の杉本由美がお届けいたします。毎日の暮らしの中で気づいたことをお伝えしていきますので、ちょっとの間お付き合いください。さて今日はまた映画の話をしたいと思います。先日 YouTube を見ていたところですね、大島康沖さんという方が、国宝という映画は2025年もうずば抜けて一番のすごい映画だっていうレビューを上げていまして、私はこの大島さんはですね、ハイプロオーディションですね。あれを見ているときに YouTube で発見して、レビューがすっごく面白くて毎回。それで大島さんのことを知ったんですけれども、どうもこの人はアイドルだけではなく、映画や舞台なんかのレビューもされている方なんだなということが分かって、時々ね、この方の YouTube チャンネルを見ているんですね。で、やっぱり目線がすごく私と近いっていうか、タイムレスの時も私はね、ロイ君と、名前忘れちゃった。最近ロイ君ともう一人のことリオでデビューしたじゃないですか。私は二人がもうダントツ好きだった。なぜなら、ダンスがめちゃくちゃうまいし、可愛いし。この二人ダントツじゃんって思ってたのに、そのダントツの二人が落ちて、なんでっていう人がちょっと受かったりっていうか、だけどタイムレスの活動なんかを見ていると、どうも、バラエティにも受けないとダメなんですね、きっと彼らはね。そういう要素もあったのかなと思って、そういうことだとロイ君が選ばれなくて逆に良かったのかなと思って。で、今ね、デビューしてるみたいですけど、まだ、撮影とか、CM の撮影とかそういうものが多いようなので、早く自分のね、才能を活かせるダンス、そして歌でみんなの前に現れてくれたらいいななんて思ってるんですが、話が長くなっちゃった。大島さんもね、ロイ君一押しだったの。だからすごく、なんか感性がやっぱこの人似てるなと思って、そこからちょっと注目してるんですけど、で、そんな大島さんのおすすめの国宝だったので、早速見に行こうと思いました。でね、昨日見てきたんですけどね、エグゼクティブシートが何席か余ってたのよ。で、私いつもエグゼクティブじゃないと見たくないっていうのが映画館ではあって、とにかく、見てきたんですけどね、私いつも思うのは、いい映画というのは、もう出だしの30秒、ここでわかるんですよね。これすごい作品だぞ。外れなんだなっていうの。で、外れなんだなっていうときは、そのカメラの動き、今、右から左に舐めるように撮るっていうことをやってるんだな、みたいのが分かってしまう。で、狙ったショットだからちょっと長めに行って、今やってるわけね、とか、そういうのがね、見えてきちゃうんですね。だけど、いい映画っていうのは、もう、息が止まりそうなほど引きつけられちゃうんですよ。で、よしよしやったこの映画は当たりだぞって思って、もういつの間にか映画の世界に入っていくんですけど、この国宝はね、もう本当に当たりだ。最初のシーンで釘付けですよ。で、この作品はですね、任侠の一門に生まれながらして、お父さんがヤクザさんの抗争で目の前で殺されちゃうんですよ。菊尾っていう主人公の子がね。で、その時に歌舞伎役者の家のお父さん、渡辺謙さんにですね、引き取られて、芸の道に入って人生を捧げていくというお話なんですけど、その歌舞伎役者の、その名門のね、歌舞伎役者のお家には、もちろん御曹司の俊介っていう男の子がいます。で、その二人がですね、もう年齢も同じぐらいで、お互いに自分の血を競いながら、ライバルとしてね、生きていくみたいな
簡単に言えばそんなお話なんですけど、もうね、最初のそのお父さんが、撃たれてしまうシーンがあるんですけど、もうそこからしてね、なんか私の頭にはもう魂っていう言葉がすごく浮かんだのね。その撮影しているスタッフさんたちが、これもう魂込めて撮ってるなっていうのが、もう、なんていうのかしら、ビリビリと伝わってきたというか、すごかったですよ。お父さんが死んじゃったところでさ、これはちょっと期待できるぞと思って、ここに目が瞳孔を開いちゃう感じでした。この作品はですね、まず最初に歌舞伎は17世紀に京都で生まれた、刺激が強すぎるために女が舞台に立つことを禁じたというような、ちょっとここの正確なセリフは覚えてないんですけど、とにかくそういう2行で始まるんですよ。私は歌舞伎なんて本当に見たこともありませんので、そうなんだ、17世紀に京都で生まれたんだ。で、結構刺激が強いから女の人は舞台に立つことを禁じられていて、だから女型という人たちが出てきたんだなっていうことが分かったんですね。で、この映画はその主人公である任侠のヤクザさんの息子の菊尾くんと、歌舞伎役者のお家に生まれた御曹司の俊介くん。この二人は、二人とも女型なんですけれども、その二人の人生を描いています。で、私ですね、最近の役者さんは本当にあんまり知らないというか、特にテレビはもう見ないので、もうお恥ずかしいんですが、吉沢亮さんの名前は知っていたけど、お顔も知らなかったし、同じく横浜流星さんのお顔もどんな作品に出ていたのかもまるで知らなかったのね。だから、何の知識もないまま見ていたんですけど、その二人、ほんとすごかったです。この映画では、歌舞伎の舞台のシーンがいっぱい出てくるんですけど、歌舞伎を知らない私でさえ、あの二人の演技というか、踊りというか、あれは本当にすごい、ものすごくちゃんとした踊りなんだろうなっていうのがわかるのね。で、話に聞くと、それはもう1年以上長期にわたって、歌舞伎の踊りをね、修行してきたみたいですけど、ほんとすごかったです。もう、なんていうのかな、よくこう首をさ、左右に振るというか、とかでございますみたいなシーンあるじゃないですか。そういう時にね、私まで一緒に見ながら首が触れてしまうみたいな。で、そのセリフも一緒に話したくなってしまうような、本当になんか、なんて言うんだろう。圧倒されてしまいました。で、このお話の主人公の菊尾くん。菊尾くんはヤクザの息子だけれど、お父さんが殺されてしまって、歌舞伎役者の渡辺謙さんのお家に引き取られて。まあその時にね、菊尾の才能を一瞬にして見抜いたんでしょうね。その時舞台で踊ってたんですよね、確か菊尾が。で、それを見て、お父さんがもう引き取ろうって決めたんですよ。ヤクザさんのボスが殺されちゃったから。で、育てていくうちに、ものすごい才能があると分かって、またや生まれながらに、御曹司の息子、血筋の素晴らしい俊介くんですね。その子と共に育っていくんですけれども、やっぱりね、ちょっと多分、この方がほんのちょっとだけ才能があるのかなっていう感じに描かれてると思うんですけど、だけどね、その時のお父さんが、俊介くん、自分の息子にね、お前は生まれた時から役者の子や、その血がね、何があってもあんたを守ってくれるんやでって言うの。だから俊介はさ、そうだ、俺は生まれながらの役者の子なんだ。そういう思いを胸に頑張っていくことができるんだけど、それを横目で見ていた菊はさ、自分にはその血がないわけじゃん。ないからもう芸を身につけて頑張るしかないわけなんだけど、その時の
俊介を見る福男の視線とかね、それは本当素晴らしかったです。私、何も知らないとはいえ、吉沢亮君ってもっとアイドル的な人なんだと思ってたのね。横浜流星さんにしてもそうだけど、だけどさ、それこそ生まれながらの役者さんなんだなって思いましてね。それでずーっと3時間もあったんですけど、この作品は。ずっと見ていることができました。で、お父さんに、前は生まれながらの役者だって言ってくれた俊介に対して、俺には守ってくれる血がない。今俺が欲しいのはお前の血だよって舞台に立つ前に福男が言う時があるのね。だからこの二人はさ、お互いに、俊介は血統が素晴らしいというか、そういう血筋を持っているけれども、芸に対しては、菊男にすっごくジェラシーを燃やすんですよ。俺よりちょっと上だなって思っているところがあるから。で、菊男の方にすると、自分はどこの馬の骨ともわからない任侠のただの人間であってね、何の血筋もなければ、どこの馬の骨ともわからない、ただの人間だ、血筋がないっていうのがちょっと引き目だったりして、その二人がお互いに切磋琢磨していく感じなんですけれども、すごかった。本当にすごかった。で、それでね、人間国宝に田中泯さんが、人間国宝の女形で出てくるんですけど、泯さんの視線、すごいんですよ、もう。なんでそんな視線、眼差しできるのっていうほどの、もうゾクゾクする視線でした。すべてを見抜いているような。で、もちろん本当の人間国宝ではないけれども、もう本当人間国宝ってこんな人なんだろうなっていうようなね、ちょっと田中泯さんの演技もう一度見たいし、私この映画はもう一回見に行ってみたいなって思ってます。で、この監督さんはフラガール、怒り悪人のリー・サンイル監督で、怒りは確か森山未來くんが出演されてると思うんですけど、めっちゃ不気味な映画だったなっていうのをすっごく覚えていて、私2回見たんですけど、森山未来くんはね、私大好きなのね。誕生日が一緒っていうのもあるんだけど、踊りが上手くって、こうちょっと爽やかな感じが好きだったわけよ。だけどさ、この作品ではめちゃくちゃ怖い役なの。でちょっとショックでした。だけど、ものすごく印象に残っている。で、脚本は、サマーウォーズなどの脚本を手掛けた奥寺聡子さん。だからね、すごい人の心に突き刺さったんでしょうね。他のスタッフの方々もね、もうそうそうたるスタッフがもう大集結して、この作品が生まれたっていう感じだから、もう皆さんが魂を込めているのが、ひしひしと感じるんですよね。でね、一つ思ったのが、歌舞伎の舞台のシーンで、歌舞伎の舞台ってほら、なんていうの、バンドマンじゃないけど、鼓とか笛とかさ、いるじゃない、そういう演奏する人たちが。で、その演奏に沿って、お話も進み、セリフも載っているじゃない。で、この映画ではね、その音楽とセリフのシーンに被せて、国宝と映画の BGM が乗っかってくる時があるの。それがね、めちゃくちゃもう、なんか鳥肌が立つほど素敵でした。まあ、こういう人たちの世界なんだなっていうかね、芸に身を捧げた人たちの物語なんだっていうことをすごく強調してくれて、めっちゃ良かったです。というわけで、私はもう一度、この映画は見てみたいなと思っておりまして、3時間あるので、最後の方はちょっとお尻が痛くなっちゃうんですけど、だけどね、いやー、すごかったな、本当に。やっぱりさ、魂を込めた作品とかものって、
絶対伝わりますよね、人に。こんなすごい大作と比べるのはなんなんですけども、私なんかでもね、自分でこうもう、闘魂っていうかもう本当にこう、自分の身を捧げたように書いた文章っていうのは通じるんですよ、それ。読者の方々にね。で、もうやっつけ仕事みたいに、わーっとやったり、ちょっと AI の力を借りたりとかすると、まあ、届かない、届かない。これはね、本当に私、この作品を見たときに、いやー、本当に真正面からぶつかっていくっていうことの大切さを改めて教えてもらったような気がしました。と同時にとても勇気が出たかな、これ見ていて。この時期に見れたことが本当に良かったなと思います。そしてもう一度見てみたいなと思っております。はい。ということで今日は特報についてお話ししてみました。20分にもなっちゃってる。これまた編集しなきゃいけないかな。はい。ということで私は映画がとても好きなので、またいろいろな映画についてね、お話ししてみたいと思います。今日は長い間聞いてくださってありがとうございました。それではまたね。皆様よしなに。